はい、伊手座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はラブメッセージということで、恋愛や人間関係に特化した内容でお届けしたいと思います。今気になっていらっしゃる方がいるとか、パートナーがいらっしゃる方のそういった方との関係性と、あと新たな出会いを求めているよという方にもですね、5月末までの間に出会いがあるかどうかを見てみますので、最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは行きましょう。お願いします。まずはどなたか気になる方との関係性を見させていただきます。もちろん皆さんいろんな状況で人が違えばもちろんね、運勢も変わると思うんですけれども、何かご自身の状況で一つでも何かヒントになればいいなと思いますので、全然当てはまらなかったらもうスルーしてください。では行きましょう。誰かとの関係性って言われて、今誰を思い浮かべたんでしょうかね。それがキーかなと思いますけど。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっと無言にならせてください。すいません。見えますかね。誰かとの関係性っていうので今見てるんですけれども、なんだかその人との関係性っていうのはちょっと今までのような輝きがないみたいな感じがあり、要するに誰かとの関係っていうのを見直してるんだなって感じがすごくします。今までだったらこの人と仲良くしてる自分っていうのが好きとか、この人と仲良くして楽しい雰囲気だったり何か学びがあったりっていう、そういうのが良かったって思っていたとしたら、もうそういうのが見えないっていう感じがするんですね。その人と関わることによって今までのような楽しさとか嬉しさとか新たな気づきとか何か感化されたりとかっていうことがないっていう感じがして、だからこそ気持ちがそこに向かないって感じがします。なのでこれはどちらかというと伊手座の皆さんの方が離れていってるのかなっていう感じがあり、なんかその人との関係がどうこうじゃなくて、何かもっと自分の人生に有益なものをなんか取り入れたいみたいな感じがあり、ちょっと気持ちがそれていってる感じがするんですね。それでもこの人と一緒に何かをしたり話をしたり関わることによってまた何か学びがあるのであれば、もちろん関わっていくのはいいと思ってるけど、なんだかその自分が望むような、ものっていうものが今この人との関係の中に見えないって感じがあり、だからこそ伊手田さんが今他の人とか違う方面に、例えば自分の学びとか新しい自分のキャリアとか生き方とか、そういった方向になんか意識が向いてるのかなって感じがすごくします。そして相手の方は、それをよく理解している。よく理解してる感じがして、もちろんその伊手座の皆さんの学びをね止めないよっていうか、自分がそういった足を引っ張るような存在にはなりたくないし、すごくよくわかるから、もうグーの音も出ませんみたいな感じがあって、でも深いところではちょっとやっぱり傷ついてるんですよね。それでも仕方ないことです。別に故意に誰かを傷つけてるとかいうわけじゃなく、やはりお互いの学びのペースとかね、成長度合いによってその時は良かったけど今は違うんだって、違う道を行くんだっていうのは多々あることだと思うんですね。それどちらが悪いっていうことではなく、単にその時楽しく過ごせたことに感謝して次へ行くっていうだけだと思うので、なんかそこにまた罪悪感とか変に後ろ髪引かれる気持ちっていうものをあんまり持ちすぎないでほしいなっていう感じがします。それはちょっと覗いてみれば、相手の方はやっぱりちょっと自分よりもやっぱり伊手座の皆さんの方が成長度合いが大きいっていうかね、それがなんか自分が成長してないかのような感じがして、ちょっとハートブレイクって感じがするんですけど、それはもう本当に成長度合いってね、人それぞれだし、ぐーんと伸びる時もあれば平穏に行く時もあるので、それもいい悪いじゃないと思うんですけどね。その相手の人のペースと今伊手座さんが急上昇しようとしているっていうこの温度差があるんだなって感じがします。だから相手の方もなんかもうこれ以上はあんまり伊手座さんに頼らないでおこうみたいな感じがありますね。本当はナイーブな気持ちとか、ちょっと自分が落ち込んでるとかね、そういった感情の調整だったり、何か話聞いてほしいみたいな時に伊手座さんの明るいエネルギーで元気が欲しいみたいなのがあったと思うんですけど、なんかもうそれ求めていったらいけないんだなみたいな感じがありますね。いいんじゃないですか、もうそれぞれの道でなんかそれぞれの方向に行くっていうのでいいんじゃないかなっていう気がします。そこに変な情とかなんか弱さとかそういったものを
相手に投影して見続けたところで何も生まれないと思うので、カードが言われているのはやはり自分の道を進んでくださいっていうふうに言われています。これは伊手田さんがそのようにすることによって相手の人もプラスになる。相手も昔ね関わってた人、仲良くしてた人あんなにすごく頑張ってるんだと思ったら自分も頑張ろうと思うかもしれないし、何かやはりその自分の学びのペースだったり進んでいくペースっていうのを止めないでっていう感じがすごくしますね。周りを気にしてね。そして今伊手座さんは本当に自分の価値っていうものをちゃんと構築していってるとこだよっていうふうに言われてるんですね。でまだこれはエンペラーの逆なんですけど、とてもいい傾向です。これは今ね星で見たら金星逆行していて、なんだかこううまくいきそうでいかないとか、いきそうなんだけどちょっと時間がかかるとか、でもその風当たりの中うまくやってますよ。非常にすごくうまくいってる、頑張ってるなって感じがします。自分ではねもっとスムーズにいきたいって思うと思うんですけど、いやいや十分この中で頑張ってますって感じがするので、その関係性においても誰かとの関係性っていうものは一人に限らずね、自分の考え方や姿勢っていうものがすごく伊手座さんを強くしてるなって思います今で。それがまたどんどんと経験を積んでいくことによって自分の強さだったり自信だったりっていうのにつながっていくんですけど、今もうちょっと本当はね伊手座の皆さんも今こうやって頑張ろうっていう時に誰か支えてくれる人がいたり、もっと応援してくれる人がいたらいいけど、なんとなくこの人今頼れないなみたいな感じもあったりして、こうどうしてもなんか距離ができてしまいますよね。だからこれやっぱりお互いの価値観だったりとか大事にしてるものが今やっぱり違うんだなって感じがするので、変に関わることによってお互い傷になるんだったら距離を置いてもいいんじゃないかなと思います。人それぞれ本当違って当然ですから、その違う人間が一時期関わることによって何かが生まれたっていうのは素晴らしいことで、それがずっと続かなければならないわけじゃないですからね。なので今は今のペースで、なぜならばやっぱりこの特に3月20日以降っていうのは自分の人生チャレンジしていくよとか楽しんでいくよっていう時期に入るわけじゃないですか、伊手座さんね。そしたらもう自分の力をどれだけ出せますか、どれだけ表現できますかっていうのが大事な時に、その他者のことを気にして小さくとどまっておこうとかあんまり言わないでおくようにしようってすごいもったいない感じがするので、自分らしくいてくださいここは。そして関係性においては感情に揺さぶられることなくきちんと関わるべきタイミングで関われますよっていうふうに言われてます。なので何も私たちってこういう関係ですよねっていうなんかこうラベルを貼らないといけないわけでもないし、また何か状況が違えば普通にね話ができたりと関わることができる、そこになんか感情のもつれっていうのがない感じがあるので、今もそんなに伊手座さんの中では感情のもつれないと思いますけど、無理に関わらなくていいかなって感じがします。自分らしさで頑張ってって感じがしました。ちょっとパートナーのことに関してはここまでにしとこうかな。それとちょっと新たな出会いを求めてらっしゃる方ちょっと見てみましょう。やっぱり特にこの3月20日からね恋愛運いいよとかもありますし、もっと大きな流れでいくとやっぱり今契約とか出会いっていうのがものすごく人生の豊かな時だから、新たな出会いを求めていくっていうのは本当にいいことだと思うんですね。これは別に恋人っていうかに限らずです。友達でも先輩でもこう人と関わることによって自分が得られる恩恵っていうのがすごく多いのでね。で5月末までにちょっと見てみますね。特にね5月、今はまだいろんなものが水星も金星も逆行してますけれども、なんか4月の16日以降ってね水星もお羊座に入ってきますし、火星もね4月18日から獅子座に入ったり、金星も5月1日からお羊に入るということですごく火のエネルギーがすごく強いんですね。なんか燃え上がるみたいな、情熱が燃え上がるみたいな感じがあるので、これはでも4月の後半からなんですよね。ですから3月の後半、4月そして5月末までっていうこの流れがどういう流れなのか見てみます。めちゃくちゃ期待大って感じがしますけどね、私的には。この星の流れを見る限りはですよ。恋愛に限らず人間関係全般で聞いていただけたらと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。スターキラキラみたいな、忍者逆、ソード9逆、カップ4逆、死神逆、ワンドエース。はい、ソードのページですね。これはねストレングスの逆と
フールの逆とオラクルは、はい、ペンタクス6の逆ですね。なるほど、なるほど。大いに期待してください。ここはやっぱりなんか期待せずになんていうかな、期待を過剰に期待してその通りいかなかったら嫌だからあまり期待しないでおこうとか、なんとなくナチュラルに自然に出会えたらいいなみたいな感じで思うかもしれないんですけど、今のこの3月20日以降の動きっていうのはどれだけ自分で自分の可能性を信じて表現しますかっていうところなので、大いに期待していいと思うんですよね。期待した分だけその 100% じゃなかったとしてもたくさん入ってくるって感じがするんです。そしていつも思うんですけどね、やっぱこういう人生の出会いって後から考えたらあの時に出会ってましたよねとか、あの時のことがあるから仲良くなりましたよねみたいな感じで、その最中っていうのはあんまり気づかなかったりするんですけど、なんかそんな感じかなっていうふうに思いました。非常に今伊手津さん、さっきの誰かとの関係性においても何か節目をつけたところだったりとか、自分が違う方向に行きたいと思ってるからこそ、なんか新たな出会いってもちろん欲しい気持ちはあるけど、なんか感情が盛り上がらないんだみたいな感じがあって、現状を普通に生きていくのが精一杯みたいな感じ、もうそれでいいですっていう感じもあるんですよね。今のところはですよ。もうなんか過去に頑張ってもうあんなにしんどい思いはしたくないから、もうそんな無理してっていうのはいいですっていうような感じ、すごく引いてますね。引いて傷つかないように、失敗しないようにしているという感じ。そしてただここでやっぱ死神の逆っていうのが出ていて、これは何か自分の時代を終わらせるって感じがするんですね。自分のこれまでの癖だったりとか、人に対しての思いだったりとか、もう期待しないっていうことだったりとか、過去のものだったりっていうのを終えて新たに復活しますよねっていう、新たな時代が始まるよねっていうカードなので、これは過去の人間関係の記憶って本当に抹消してほしい感じがしますね。もうそこにとらわれないでって感じです。ここから新しい関係性むちゃくちゃ出てきそうな感じがするんですよ。これは本当にそう心を開いて、そう可能性を信じれば、この春からの流れっていうのは本当に素晴らしいのでいいと思うんです。新しい関係性をどんどん作っていける。そして自分が再生するぞと、真実の愛を求めるよみたいな、そう覚悟するみたいな感じですね。諦めずに。そうすることによってやはり自分の中で情熱が湧いてくる、やる気になる、もう一回熱意を持って何か行動してみようっていう感じになります。でその後ですね、やはり急ブレーキっていうか、自分を見失わない程度にしなくっちゃみたいな感じですごく急ブレーキを引いてますね。ということはやはり誰か出会ってるってことだと思うんですね。あると思うな、すごく。だけどこの人だみたいな、この人が運命の人だって言ってキラキラお花畑いっぱいみたいな、そんな感じじゃないんですよね。すごく自分の人生に重要な人と出会うけども、重要な人のだけに自分がもうなんか盛り上がって我を忘れてしまったら困るから、もう絶対に冷静でいようとか、変なことはしないでおこうとかっていうふうにギュググって急にブレーキ引いてる感じがあって、冷静でいようとしてますね。でそして非常にね、オラクルはねペンタクス6の逆なんですね。でこれちょっとね私的には面白いなと思うんですけど、なんか普通にね王道を行くっていうか、そういう感じじゃないんだなって感じで思ったんですよ。っていうのは、誰だってすごくたまたまいい感じで出会って、その人と何の問題もなく自然と仲良くなっていってみたいな、そういうのってすごくいいと思うんですけど、そうじゃなくて何か自分がいいと思ってる自分のルーティンだったりとか、自分の癖っていうものを壊すみたいなね、そうして何かバージョンアップしていくんだなって感じがしたんです。これは人を愛するとか、本当に人を好きになるとか、本当に人と一緒に生きていくって決める時って、自分の独身時代が終わるっていうのと同じような感じで、何かのこれまで積み上げてきた自分のルーティンとか、そういうのが崩れるわけですよね。でも崩れてもそれ以上のものに求めていく、それ以上のものを築いていくっていうのがあるから次に進むわけで、ですからなんか自分の平常な生活をキープしようとしないでくださいみたいなメッセージだと私は思ったんです。そして過去はこうだったなっていう、その過去も比べないっていう感じでいてくださいっていうのが、やはりここでフールの逆も出ていて、もう一回ゼロに戻すんですよっていう感じです。ここでも死神の逆っていうのは本当に再生、もう昔の時代は終わりました、これまでの時代は終わりました、新しい自分で行くんですよね。その上でとっても自分の人生に必要な人と出会う可能性が高い。その時にどうして過去の癖をそのまま
未来に持ち込もうとするんですかみたいな感じがあって、だからゼロにしてくださいみたいな、そこから新しく築いていけばいいんですっていうような感じなんです。だから自分の誰かを愛する力とか不可能を可能にする力っていうのはまだ伊手座さん自身が信じてないんですよみたいな感じで言われてる気がしたんですけど、いかがでしょうか。厳しいですかねこれ。どうかな。いやでもすごくそうだよねって感じがします。私はね、そんな夢物語的にはいキラキラっていう感じじゃなくて、やっぱり本当に関わるとか本当にこう向き合っていくっていうのってやっぱりね、こう自分だけの世界のルーティンは壊れていきますよね。それを求めますかどうですかっていう感じだと思いますね。ということでちょっと最後にもう一枚メッセージカード引いてみたいと思います。今これはね、恋愛とか人間関係っていうところで特化してみましたけど、また通常のね動画はすぐにアップしていきますので、4月のねやつとか全体のやつはアップしていきますので、またそちらをご覧いただければと思います。これかな。何どうですか。 You deserve love ということで、あなたは本当に愛らしいよって、愛にふさわしい人ですよっていうふうに言われてますよ。自分でそれをどれだけ認めてるでしょうか。自分でどれだけそれを信じて、自分が本当に愛にふさわしいとしたら誰にその愛を向けるでしょうか、誰の愛を受け取るでしょうかみたいな、そんな感じがしました。ぜひいい出会いを経験してください。もし何かねありましたよとかこうでしたよとかあればコメントに教えていただければ嬉しいです。ではまたすぐにお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらいいねボタンやチャンネル登録お待ちしております。ではありがとうございます。失礼します。